顔のない死体。やっぱりそうだ。人間の腕だ。指の様子ではまだ若い女のようだね。猟犬の捨てていった一物に近寄り、こわごわ覗き込みながら大家が判断した。どっかの娘さんが食い殺されたのじゃあるまいか。それとも飢えた山犬が墓を暴いたのか。いや、この村には若い女の新仏はないはずだ。と言って山犬どもが生きている人間を食い殺すなんて、そんなバカなことは考えられないし。おい、翔ちゃん。やっぱり君の言った通り、こいつは少し変な具合だね。さすがの大家も目の色を変えていた。それ見たまえ、モグラやなんかであんな全身血まみれになるはずはないよ。ともかく調べてみよう。片腕があるからには、その腕のついていた体がどっかになければならない。君、行ってみよう。二人はひどく緊張して、何か探偵小説中の人物にでもなった気持ちで、最前から猟犬のやってきた方角へと急いだ。ぽっかりと黒い怪物の口のようなトンネルの入り口がだんだん形を大きくして近づいてきた。番小屋の中で手内職の編み物をしている二平じいさんの姿も見える。と見ると、その番小屋の湖畔町手前、鉄道線路の土手のすぐそばのひときわ深い草むらの中から3本の、あるいは黒く、あるいは白いごぼうのようなものが生えて、それがピンピン動いていた。なんとも得体の知れぬ異様な光景であったが、やがて草に隠れて体は見えぬけれど、その3本のごぼうはごちそうに夢中になっている3匹の犬の尻尾であることが分かった。あそこだ。あそこに何かあるんだ。大家は先の例に倣って、まず小石を2つ3つ投げつけると、3匹の犬は草むらの中から一斉ににょっと首をもたげて、血に狂った6つの目でこちらを睨みつけた。牙をむき出した真っ赤な口からボトボトと雫を垂らしながら、ちくしょう、ちくしょう。その形相にこちらはぎょっとして、またも小石を拾って投げつける。それには犬どももいたしかねて、さも名残惜しそうに逃げ去っていった。その後へ二人は大急ぎで駆けつけ、草を分けて覗いてみると、草の根のジメジメした地面に人間の形をした真っ赤なものが、黒髪を振り乱し、派手な銘線の着物の前をはだけて転がっていた。二人が見ただけでも6匹の大犬に食い荒らされているのだ。まだ生々しい死骸のあばら骨が現れ、臓腑が飛び出し、顔面は跡形もない赤はげになって、茶飲み茶碗ほどもあるまん丸な目の玉が虚空を睨んでいたとて不思議はない。殿村も大家も生まれてからこんな滑稽な、得体の知れぬ恐ろしいものを見たことがなかった。犬の歯に荒らされない部分の皮膚を見ると、よく太っていて病人らしくはない。先ほど犬のくわえてきた片腕を除いては、5体がちゃんと揃っているところを見ると、歴史人でもないらしい。すると6匹の野犬が健康な一人の女を食い殺してしまったのであろうか。いやいや、それは考えられないことだ。人間一人食い殺される騒ぎを
いくらなんでもすぐ近くの番小屋の二平じいさんが気づかぬはずはない。悲鳴を聞きつけて助けに駆けつけぬはずはない。君はどう思う？犬どもは生きている女を食い殺したのでなくて、とっくに殺されている死骸を餌食にしたのじゃないだろうか。大谷幸吉がやっとしてから物を言った。無論そうだね。僕も今それを言おうとしていたんだ。青年探偵作家が答えた。するとこれは恐るべき殺人事件だよ。誰かがこの女を殺害して、例えば毒殺するなり絞め殺すなりしてだね。それからこの寂しい場所へ運んできて、そっと草むらの中へ隠しておいたという考え方だ。どうもそうとしか考えられないね。服装が田舎めいているから、多分この付近の女だろう。停車場もないこの村へ旅人がさまよってくるわけはないからね。君、この女のどっかに見覚えはないか？多分 S 村の住人だろうと思うが。殿村が尋ねる。見覚えがないかといって見るものがないじゃないか。顔も何にもない赤い塊なんだもの。いかにも頭部はあるけれど、顔と名付けるものは跡形もない赤坊主であった。いや、着物とか帯とか。それはどうも見覚えがないよ。僕は一体女の服装なんか注意しないたちだからね。じゃあともかく二平じいさんに尋ねてみよう。あいつ近くにいてちっとも気づかないらしいね。そこで二人はトンネルの入り口の番小屋へ走って行って、旗振りの二平を呼び出し、現場へ引っ張ってきた。わあ、こりゃどうじゃ。なんてまあむごたらしい。何枚だぶ。じいさんは赤い塊を一目見ると、たまげて頓狂な声を立てた。この女は犬に食われる前に殺されていたんだよ。下手人がここへ担いできて捨てていったんだよ。君、何か思い当たるようなことはないかね？大家が尋ねると、じいさんは小首をかしげて、わしゃ何にも知らなかったよ。知ってれば山犬なんぞに食わせるこっちゃないのだが、はてね、若旦那、こりゃてっきり昨夜のうちに起こったことだぞ。なぜと言って、わしゃ昨日は何度もこの辺を歩いたし、夕方落とし物をして、そうだ、ちょうどここいらを探し回ったくらいだから、こんな大きな死骸がありゃ気のつかねえはずはねえ。てっきりこりゃ昨夜真夜中に起こったんだぞ。と断定した。そりゃそうかもしれないね。いくら人通りがないからといって、あんなに犬がたかっているのを一日中気づかないはずはないからね。ところでじいさん、君、この着物に見覚えはないかね？村の娘だと思うのだが。こーっとこんな柔らか者を着る娘といや、村でも4、5人しかいないのだが。ああ、そうだ。わしのうちのお花に聞いてみましょう。あれは若いもん残ったから、同じ年頃の娘の着物は気をつけて見覚えてるに違いねえ。おーい、お花や。じいさんの怒鳴り声にやがて娘のお花が、何おとっつぁん、と番小屋を駆け出してきた。彼女は草むらの死骸を見るとキャッと悲鳴を上げて逃げ出しそうにしたが、父親に引き止められ、こわごわ着物の裾の方を見て、たちまちその主を鑑定した。あらまあ、この柄は
山北の鶴子さんのだわ。村中でこの柄の着物を持ってるのは鶴子さんの他にありゃしないわ。それを聞くと大谷幸吉の顔色がさっと変わった。無理はない。山北鶴子といえば大谷が嫌い抜いている彼の幼児からの許嫁の娘だ。その鶴子が時も時、結婚問題で悶着の起こっている今、かくも無残な変死を遂げたのだ。大谷が青くなったのは別に不思議でない。間違いねえだろうな。よく考えて物を言うがええぞ。二平じいさんが注意すると、娘はだんだん大胆になって、死骸の全身を注意深く眺めていたが、鶴子さんに違いないわ。帯だって見覚えがあるし、そこに落ちている石の入ったヘアピンだって、鶴子さんの他に持っているものありゃしないわ。と断言した。